今日の動画は大阪フリマの感想と、その大阪フリマを終えて僕に新しくできた、夢目標についてみんなに話そうかなと思って回しております。こんにちは、なすいです。今日は今オーディションに向かっている途中でその Vlog を撮ってたんですけど、お台場臨海公園に来てます。で本当はオーディションに向かいながら動画を撮ろうと思ってたんですけど、今日は、まだ時間が結構あったんで、思ったよりこの公園が結構近くにあったんで来てみました。で今日の動画は大阪フリマの感想と、あとその大阪フリマを終えて僕に新しくできた、夢目標についてみんなに話そうかなと思って回しております。なので今日はこれからのナスイについてお話ししようと思います。いやー、みんなすごいな、楽しそうで、まずですね、大阪フリマにお越しいただいた皆さん、ありがとうございました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかったです、正直。本当に、今回福岡が、東京の後に年末福岡して、で今日3都市目の大阪やってみたんですけど、やっぱね、結構今回はいろんな意味で食らって、個人的にももう一番光景として自分の一番残った光景として、結構やっぱりみんなが僕の服を着て楽しそうに来てくれて、ですごい笑顔で帰ってくれる光景がめちゃくちゃ今回大阪でちょっと少し遠くて、飛行機代新幹線代とか、ホテル代は本当にたまたま、キャプションバイハイアットさんっていうところがサポートしてくださって、ホテルについては Vlog で紹介しようと思うんですけど、めちゃくちゃいい場所でした。本当に大阪よりもやってよかったです。でみんなね、本当楽しそうに見てくれて、でしかも買って帰ってくれる時もみんないい子たちで、ありがとうございましたって言って、で僕も本当にちょっと大阪っぽく、大阪のアメちゃん、おばちゃんのアメちゃんを渡す文化みたいなのがパッと思い浮かんだので、開始前にそれをコンビニに買いに行って、ちょっと遅刻しそうになったみたいなエピソードもあったりするんですけどいやでも皆さん本当にありがとうございました。また大阪では絶対しようと思うんですけど、僕の新しくできた夢についてお話しすると、マジでいつか古着屋始めます。古着屋をしますということで、古着屋はね、もともと東京に来てすぐぐらいにオンラインで始めようかなって思ってたんですけど、その予定はなくなってしまったんですけど、今回はその僕が最終的な目標はオンラインじゃなくて、やっぱ店舗型でやりたいなっていうのは思いましたね。でなんで店舗型でしたいかっていうと、やっぱり僕がそのオフラインで、この時代に店舗でオフラインでやってる理由の一つとして、やっぱり普段応援してくれてるみんなと直接お話できたり、直接やっぱ服って直接見た方がその買った時の思い出とかすごい残るじゃないですか。うわ、すっごいキラキラな青春のここすごいな。あの辺も誕生日パーティーみたいなのしてるし、それで何の話だっけ、そう思い出に残るじゃないですか。僕も結構古着屋さんとか行って買ったりとか、あと好きなその先輩に服を譲ってもらった服とか、めちゃくちゃ自分の中ですごい大切な一着になったりとか、オンラインで買うのも全然いいんですけど、
やっぱり思い出とかその記憶に残る購入っていうのは店舗で直接オフラインで人から譲り受けるものだなと思ってて、でまあ今時そのもう例えばシーンとか、まあ ZOZO タウンとか ZOZO タウンは少し違う、でもまあジャンルとしてはそのオンラインでもうどこでも簡単に安く服が買えるんで、正直似たような服がいっぱいあると思うんですよ。でもそこでまあ誰から買うかとかそういうのが絶対大事になってくる時代だと思ってるので、逆にそのオンラインが普及しきったこの世の中で、まあ、だから正直利益とかを見れば店舗とかでその毎回毎月家賃とか光熱費とか人件費とか、まあフリマもオンラインでやった方が絶対に効率とかはもう発送するだけでできるんで効率とかはいいと思うんですけど、やっぱりなんかもっともっと、まあ、今よりどんどん SNS も発達するし AI も発達するし、もっとより今後はやっぱり人間として人間とのつながりとか、まあ、僕も最近すごい大事にしてるんですけど、周りの家族とか周りの友達とかをすごい大事にしようと思ってて、そういうやっぱりつながりがすごいなんか僕は大切にしていきたいなと思ってて、でしかもその僕が好きな服をみんながその僕のことを応援してくれてるみんなとか僕のファッションを好きでいてくれてる人たちが楽しそうに買ってる姿がもうめちゃくちゃ本当に良くて、なのでやっぱりもう行っちゃえと思って、まあそのいつになるかとか全く目処が立ってないんですけど、今後はというか、まあ大きな一つの目標としてやっぱりオンラインではなくてオフラインの店舗型の古着屋さんをいつか立ち上げるっていうのを今回のフリマ、まあ3都市やってみて思ったのでちょっと話してみてますって感じですね。まあ目標としては。いやここすごいな、海ましてめっちゃなんかみんな大きい風船持ってるわ。なんか俺だけだぜこんな、なんか今からそうオーディション行ってこの後イベントに行くんで、こんななんかかっちりしたなんかちょっと大人な感じのコーデしてるんですけど、みんなもう高校生なんかちょっと浮いてんだよね。まあでもなんかもう天気が良かったら最高だな。でもここのね、まあ話変わるんだけど、お台場も一回、東京に来てすぐぐらいか、東京に引っ越す前に友達と車でドライブしに来たんで、もうほんと3年ぶりとかの感じで来てます。でまあちょっと話戻すと、どんなお店作りたいかっていうと、やっぱり僕が好きな、内装だったりとか雰囲気で、僕って結構やっぱりなんかジャンルがあんまりないと思ってて、自分でもう本当に好きな服ばっかりを、まあ、自分の好きなようにスタイリングしてコーデを組むっていうのが好きなんで、なんか本当に男女問わずなんかたくさんいろんな人が遊びに来れるようなお店にしたいかなって思ってます。でプラスやっぱりさっき言ったように自分の周りの友達だったり大切なその人たちが集まれる環境というかお店を作りたくて、なんか最近もともと僕が見てたまあモデルさんのモデルの先輩と知り合うきっかけがあって、でその人が自分でお店をしてて、でそこになんかこう中学校の頃の親友だったりとかその人の周りのモデルの友達だったりとかいろんな人が集まってて、すごい素敵な空間だなと思ったんですよ。で僕はまあ正直、また別のお店なんですけど、そういうお店をやりたいとかっていう気持ちはないんで、まあそれだったらやっぱり自分が好きな古着をお店で開きたいなと思って、それもきっかけでこの目標を立てました。夢を立てました。でまあ最近のまあそんな感じですね。僕の今後の目標すごい LJK って書いてあるな。キラッキラだそしてまあなんだっけ忘れちゃったよ。
そう最近の僕の感じをちょっとポッドキャストがあんまりできてなかったので、これはポッドキャストっていうよりはちょっと聞き取りやすく少しところどころカットはするんですけど、ほとんどカットなしで送ろうかなと思ってます。でそのポッドキャストも前回の動画とか見れてない方のために言っておくと、今年はやっぱり SNS、特に YouTube に力を入れたいと思ったので、ポッドキャストはお休みしますっていう前回のポッドキャストで報告したんですけど、なんでポッドキャストやめるかっていうと、やっぱりいつも見てくれてる人とか特にそれこそ大阪フリマに来てくれた人もみんな言ってたんですけど、いつも来てくれる人たちはやっぱりポッドキャストが好きみたいで、本当に嬉しいんですけど、ありがとうございます。僕も本当はしたいんですけど、やっぱりその数字にちゃんとこだわってやっていきたいなと思ってて、だからいつかその1万人を超えた時か、その時にまたポッドキャストとかは何かしらの形で絶対復活させたいと思ってるんですけど、でその SNS に力を入れたいっていうのももともとそのさっき言った目標とか、古着屋さん、自分の古着屋さんを広めるためにいい影響力をつけておくとか、今やってる仕事、モデルのお仕事だったりとか、あと SNS のインフルエンサーとしてのお仕事だったりとかも本当に自分がいいと思ったものを今後も紹介し続けて、でなおかついい影響力をつければ、みんなにその信頼してもらえるような、で結構自分で言うのもあれなんですけど、正直ここまで編集力というか結構自分の最近の活動には自信持ってやってて、最近はブランドさんのリールとか、あと自分のリールの編集とか、あとYouTube もやってたり、あとモデル活動としても、ショーを歩いたっていうこともあったし、今日も少し大きめのオーディションに僕今フリーでやってるんですけど呼んでいただいたりとか、すごい本当にもともとは一発目に T シャツ作った器用貧乏っていう話でI'm Layered っていう T シャツを作ったんですけど、それはちょっと恥ずかしいんで動画見返してみてください、気になった方は。そうなのでいい影響力をつけたいから YouTube は今年頑張ってるというか、最近は SNS にも力を入れたり、あとフリマもやっぱ定期的にやらないとなと思って、今回大阪フリマ、そのみんなと会える機会とかを、みんなの反応とかを見たかったので開いてみましたって感じですね。本当に最近はとてもありがたいことに僕今年に入って結構バタバタでいろんな準備してるんですけど、古着屋さんの目標、新しい夢ができたので、またそれに向けてもいろいろ頑張っていこうかなと思います。確実にここまでにっていうのは難しいんですけど、お仕事上急に今日みたいなオーディションが1週間前に入ったりとか、それまでにいろんな準備はしておくつもりなんですけど、それがやりたいって思った時とか、やれるお金がちゃんと集まった時にすぐ行動して、ですぐにみんなにやっぱ広めれると、それこそさっき言ってたみたいに自分の好きな周りの人たちと一緒にイベントを開いたりだったりとか、今回フリマ手伝ってもらったんですけど、高校の頃の後輩に、その子とかとそういう子たちと後輩とか友達とかと一緒に、例えばお店を任せるだったりとか、いろんな選択肢が生まれて、でちゃんといいお金を生みつつ、みんなでいいそういう生活が最近間近で見れて、僕も影響されてそんな感じです。なので皆さん本当にいつも見てくれてる皆さんは本当にありがとうございます。で僕がもっと今年は絶対1万人いくんで、今のうちに子さんを名乗るなら今です。1万人いってからじゃあもうコメントとかも今全部返してるんですけど、正直返せないかもしれないから、多分返すけど多分返すんだけど返せなくなるかもしれないから、
今のうちに子さんですってコメントしてください。であと、今回大阪フリマ開いたんですけど、次どこでやってほしいかとかもコメントしてくれると嬉しいです。で最後にもし僕が古着屋さんをオンラインじゃなくて店舗型で開くなら、みんなどんなお店だったら遊びに行きたいですか？コメント残してください。ということで今こっちに向かってるんですけど、オーディションが残り15分で始まるんで、ちょっとこのままオーディションに行ってきます。ということで、ナスイでした。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画、多分次大阪の Vlog か、今作ってるのは先々週ぐらいに友達の誕生日で地元に帰省してたんで、その時の Vlog かなと思います。どちらにせよ Vlog 続きになると思うんで、お楽しみにしておいてください。ということで、ナスイでした。バイバイ。みんなも頑張ろう、一緒に。